マルハンから出ていくところからお届けしますファミリーマートのね駐車場でしたね。行きましょうか。はいはい、こんにちは。戻ってまいりました。戻ってきてはいるんじゃない無事に2年間かけて動画が完結しまして、はい最終回を迎えましたね、先週。そうですね。はい、これまで長い間見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。とってもゆるい動画になってたと思いますが、本当に見てくれてる人が少しでもいるっていうのを励みに編集頑張って終わらせて嬉しかったですね。嬉しかったですなかなか2年で終わらせられたっていうのは、私的には早いんじゃないかなって思ってて、カンサがずっと旅中もね、パソコンを開いて編集を常にしてくれてたおかげで無事に終えることができました。ちょうど2年間だね、本当に。確かに出発してから行ってたのは1年間だけど、動画としては本当にほぼ丸2年ずっと上げ続けて見てくださってありがとうございました。動画が完結したということで、帰国後動画は撮ってたと思うんですけど、この1年間何してたかなみたいな振り返りと、世界一周から帰国してこの1年かけて次の2人の目標が見つかったので、これからどういう風に生きていくのか壮大なテーマで1年経っちゃったもんね。一周の1年とこの帰国後の1年と同じ1年だけど、だいぶ内容とかは変わって、これもこれでまた特別な1年だったなっていう感じだったよね。そんな感じでちょっと振り返ろうかなと思ってます。はい。で、今日のゴールは目的地？はい、今日の目的地は神奈川県の厚木かな、あそこはなんか卵サンドイッチの自販機があるというのをちょっと以前から気になっておりましてそこに行くのが目的地です。はい、動画をねいつも家で撮ってたんだけど、またちょっとかしこまっちゃうから、今日はねドライブしながらゆるく撮ろうと思いますが、ちょっと卵サンドイッチ屋さんに行きたいだけな気もしますがね、赤ちゃんがねでもなんかこのドライブしながら動画撮るっていうのもやってみたかった。じゃあこれもまた一つやりたいことということで、まずはやっぱりじゃあ1年間かな、振り返り。まず帰国は4月の28日だったかな。まずはおばあちゃん家に行きましたね。そうだね。私のおばあちゃん家が高知にあって、ここに2人で1週間ぐらい行きました。だからまあ5月6月は友達とか家族、待っててくれた人たちと時間を一緒に過ごすみたいな月だったね。そうだね。特にその中で言うと、マンズが行った高知県のおばあちゃん家とか、あとは関西にも行ったよね。関西は関西のおばあちゃん家があるから、その兵庫に行くついでに、大阪に2年間住んでたので、その友達に会いに行ったりとか。あとはあれじゃない、マレーシアじゃない。マレーシアとタイに行きましたね。帰国してから1ヶ月も経ってないのにすぐに日本を出国するっていう、そこの予定は1週中に決めてたよね、確か。まあそうだね。もうそちらの動画こちらに出てますがもしよければ見てください。まあそんな感じで5月6月、そうだね。だからなんだかんだ落ち着かなかったよね。バタバタとバタバタ外に出ていました。なんか動画編集とかも帰国してから3ヶ月とかでバーってやっちゃおうかと思ったけど、結局終わったのが今年の1月ぐらいだったから、結構ほんとこの1年間いろいろと忙しくさせてもらってましたね。そんな5月6月を過ごして、7月からは親戚の家族がプールの物販だよね。物販を出すっていうのでバイトを募集してて手伝っていました。アンズはなんか帰国してからもう一回バイトしてみたいとか言って、なんか探そうかなって言ってたところ、ちょうどそういう親戚の仕事を手伝ってほしいみたいなお話をもらって、しかも夏の時期にプールでバイトだってなんかもう楽しかったよね。楽しかったね。もうなんか夏を満喫したことはないんじゃないかぐらい、久しぶりにレジ打ちのピッピーって言ってね。俺は初めてのいらっしゃいますだったねそんな感じで7月8月9月上旬ぐらい頭まで、結構がっつりバイトしてましたね。そうだねでも本当おかげさまで楽しい夏を過ごせました。で9月からこれが一番大きいテーマかな、今年の一周の一番最後かな、メキシコにいた時に1週間
トゥルムっていう街でこもって次何しようか帰国後の予定プランを立ててた時に決めたことを実際動き出したのは9月からっていう感じだね。具体的に言うと9月は、移住地探しを始めました。今私たち2人とも神奈川出身なので、神奈川にいるんですけど、もうちょっと自然のある場所に行きたいなっていう思いが強くて、いつかの夢だったんだけど、いつかじゃなくてね今やるかっていうノリになって移住地探しを始めました。この移住地探しについてはちょっと最後にまた詳しく話そうかなって思います。で移住地探しが始まって、なので9月10月11、12、その辺は12の頭ぐらいまでかな。移住地探しで、もちろんネットで探したりっていうのもあったけど、実際に現地に足を運んで、その土地勘とか見たりとかして、っていうのでなんだかんだいろいろ車で高知まで行ったり、いろんな県に行ったよね。新潟、高知、群馬、長野、奈良とか。だいたい2月ぐらいまでには移住したいって思ってて、だけどなんだかんだすごい迷ったんだよね。だから世界一周行ったし、日本だったらどこででも住めるなって思ってたから、すぐに決まるかなって思ってたけど、意外とやっぱり悩んだよね。メキシコでは決めたものの、改めて自分たちが何をやりたいのかみたいなのをすごい考えさせられながら合う自治体を探していったみたいな、そういう3ヶ月間だったよね。そうだね。でそんな感じで12月まで日本をいろいろ回ってました。その中でもちょくちょくバイトをしたりとか、着付けとかやってたよね。やってたという着付け教室に通ったり、茶道の体験会に行ったり、海外にいる時にも改めて日本の文化とか伝統を自分たち自身知ってみたいなみたいなのは前々から感じてたことで、そういうことにもちょっと手を出してみたりね、ぬか漬け作ってみたりとか、そうだね、梅酒作ってみたりとか。確かに前半はなんか日本食を一から学びたいと思って、料理をに時間かけるみたいな、多分こんなんね今だからしかできないだろうなと思って、なんかそういうことをやったりしてました。ぬか漬けってさ、本当に奥深いよね季節があるからさ、夏とかは冷蔵庫でさ、保存しとかなきゃいけないけど、冬は外で保管しておくじゃん。冬の時期が一番美味しかったよ。美味しかった。冷蔵庫に最近ちょっと暑くなってきたから入れたら、味がやっぱちょっと落ちちゃって、常温で保管していくのが一番味が美味しいっていう、ほんと深いよね、調べれば調べるほどぬか漬けでしか取れない、菌があったりとか、人間の英知が詰まっているなというのを、そういうのがちょっと面白すぎていろいろやってたよね。梅干しも作ったもんね。12月まではそんな感じかな。移住地を12月に決めることができて、12月はその後はなんか結構忙しかったよね。またバタバタさ、大掃除とかで、1月2月だいたい1ヶ月になんか1タスクみたいな、今月はこれを絶対に完走しきるみたいなのを毎月テーマを決めてて、それ1、2、3月が DIY だったね。 DIY で、ほんと家の中をちょっとそれも動画にしようと思ったけど、ちょっともうする気が起きないので、もうここで出させてもらいますが、こんな感じに DIY して、なんかすごいでも勉強になったよね。家がこんな風にできてるんだとか、職人さんリスペクト。いやすごい電気工事士の資格取りたいって思ったり、ってことだって飲食住の住っていう住まいなわけじゃん。に関する知識がもう無なこと思い知らされましたね、ホームセンターにもう毎日通ってる感じで、そこのホームセンターの DIY 担当のスタッフさんにも今日も来たんだよね今日は何やんのみたいな通い詰めてトイレをこんな感じにリフォームしたりとか、初心者ながらリビングのペンキ塗ったりとかいろいろしてましたね。で、民泊をちょっと始めようかなと思っていて、ここに向けての手続き回りとかしてました。これが大体ざっくり大まかな1年間ですね。スペイン語勉強したり、スペイン語勉強したね。長文日記を始めたり、あれか、フィンランドからワークアウェイのホストの方が来てくれて、東京を一緒に案内したりとか、あとは帰ってきてからも旅で会った人と日本でも会えたりとか、あとは日本でいろんな旅人とつながれたりとか、海外の料理を作ったり、メキシコ料理作ってみたり、一周中に日本に帰ったらやりたいと思ってたことが全部できた。なんか言ってたね、そう、次の帰ってか
それで言うと人を家に呼んだりとか、そういうののハードルがすごいですね下がったというか、誰かを、それは多分ワークアウェイの経験が生きてて誰かをおもてなししたりとかことがすごい楽しいなって思うようになった、新しい人と会うっていうところに対するハードルがすごい下がった気がする。それはすごい感じるわ。ボードゲームしたりとか、いいねやったね、カタン。最後メキシコで福と一緒に回った時に紹介してもらったカタンをね、ボードゲやりまームくったね。って楽しい、新潟にも一つ三条市っていうめっちゃ移住地候補の場所があって、そこになんかボードゲカフェが新しくできて入り浸った。入り浸った個人的にはやっぱそういう友達とか家族との時間、社会人でさ働いてるとないがしろにしちゃうような、そういう人たちとの時間をすごいたくさん取れたなって思って、1年間の期間があってよかったなって思ったところかな、個人的には。友達とも結構たくさん会えたのがすごい良かったなって思ってて、特に最近だけど、これまで友達と会ったらなんかご飯食べて何しようみたいなので相方とか迷っちゃってた自分がいたんだけど、誰もが直面するなんかね、いるんじゃないかな、同じように感じる人、自分たちの環境とかが変わるとやっぱり友達と何話していいんだろうみたいな思う時って多分共感してくれる人いるんじゃないかな。母さんはそれにすごい悩んでたりして、そうね、その必ずしも会うことに意味を持たなくても、やっぱり友達の久しぶりに元気な顔が見れたらそれだけですごい大きな意味になるっていう気がついた。そうそう、もうなんか過去の話をして、あの時あんなことあったね、はははって笑える、その関係だけでいいんだなって思ったっていうのですごい気が楽になった。本当持続可能な友達関係みたいな。持続可能とか言わないで友達になんかさ、私たちさこんなことばっか喋ってるよね普段ね。いや、そう、毎日こんなさ、なんかさ、なんかすごいよくね、友達から聞かれたことでどこ国が良かったのみたいなの多分2番目ぐらいに聞かれることが、喧嘩しなかったのみたいなね。で、YouTube の中ではあまりそういうところは語ってなかったし、険悪なムードになった時に動画を撮り続けるっていうことはできなかったから、後日談として今は語るんだけど、めっちゃしたっていうね。めっちゃ喧嘩してた特に前半はそうね、後半に行くにつれて減っていった。喧嘩っていうその言い合いの喧嘩っていうか、私は結構怒ると黙るタイプだから、前半の動画とか見てると私が多分全然一言も喋らない動画とかは大体私は思ってます俺とアンズは性格が正反対で、どこに行こう何をしようを決める段階から、ついて実際何をしようどこに行こうっていうところから、判断基準とかも違えば、目的も違えば、何を重視するかっていうね。そう次の国に行く時にここにはこういう世界遺産があって、こういう食べ物があってっていうものが見えた時に、カズはそれを全部クリアしたいっていう自分の目標に変わるんだけど、私はどっちかっていうと、ついてその場で自分が例えば今疲れてたら今日はホテルでゆっくり休みたいとか、そう有名なものじゃなくてもちょっと公園に行きたいとかスーパーに行きたいとか、その場の感情で動きたかった、そういう観光だけだったらまだ良かったと思うんだけど、ワークアウェイとかで2人として見られるみたいなことが多いから、そこで2人として1つの結論を出すときには毎回何かしらの衝突が起こって言い合いになってたっていうのはあったり、なかなかそんなことないからね、そうだね、2人で24時間365日一緒にいて、まあでも本当にそのおかげで、この人こういうことなんだなみたいな、こういう風に考えてるんだな、そう相手を本当に深く知る一歩につながったと思うし、っていうね、まあうまく、まあだから喧嘩もあったけど結果良かったよね。結果良かった。たまにその例えばヨーロッパのセゴビア行った時とかも、なんか帰り道に喧嘩したりした時に、アンズがもうスタスタと前をね歩いて行っちゃうんだよね。それ俺は葛藤だよね。このままアンズを一人で歩かせて行っちゃって、もし仮にアンズに何かあったらみたいなものと、今でも喧嘩してるしみたいな、その両方の思いがあった結果、ギリギリ視界に捉えられる範囲距離を離れて歩くみたいな、アンズが角を曲がった瞬間にちょっと小走りでその追いかけに行くみたいな、なんかそういうね。そうだね。その結果今ハマっているのは MBTI ですね。自分とは違う考え方をしてる、価値基準で生きてるんだろうっていうのを
傾向としてわかるというか。それはそうだもんね。なんかパートナーであれ友達であれ家族であれ違う人間だから違う考え方をしてるっていうところをやっぱり理解した上で関わることが長く信頼関係を保っている。だってあんたは俺の ENTJ のやつを見てくれてるんでしょ。最初喧嘩してた時とかは ENTJ の取扱説明書みたいなそりゃそうだよな、そりゃ私のこういう行動気に入らないよなって反省してたそういう意味ではこの世界史を通して私もすごい数に影響された部分があるし、お互いに自分とは違うからこそその違うところで影響し合えたっていうのもプラスではあったよね、そういう意味では。次かな。どうだろう。厚木市だ。あそこの辺によく来るよね。そうだね。この辺の厚木肌のなかなかいいエリアだよね。いや、神奈川は知れば知るほど魅力があるなって。先週とかもね、いちご狩りしに来たよね。確かに。こんなところにある？菜の花がめっちゃ咲いてる。お？ガチすごいとこ入ってくる。めっちゃ菜の花咲いてる。なんかありそう。あれじゃない？あれっぽい。すごい場所にあんな。ね。なんか養鶏場とかがあんのかな？卵。あ、そういうこと？卵サンドがさ、こんな畑しかないところ。卵あるよーって書いてある。卵かけご飯祭りグランプリ受賞だって。やっぱ養鶏場があるんじゃない？はい、到着。買えるのだろうか果たして。以上、買えるのだろうか行ってみましょう。わ、すごい。へえ。え？本当だ。カツサンド。いちごクリームサンドだって。へえ。なんかお母さんたちにも買ってってあげない？買ってってあげる？全部黄色い。卵サンドいくよ。あ、本当だ。卵サンド。やっぱ卵サンドかな。そう、この料金箱に入れるんだ。無人販売なんだ、ここ。買いました。卵サンドと卵メンチカツサンドを買いました。じゃあ、あと私よ。うん。この卵だけでやってくってすごいね。これは卵メンチカツです。それも美味しそうだね。美味しそう。卵の色がめっちゃ綺麗じゃないですか。ね。オレンジ色。オレンジ色。いただきます。どう？うん。うまっ。うん。メンチカツがうまい。確かにそうなっちゃうと、メンチカツがメインになっちゃうよね。うん。いただきます。ね。ボリュームが1対 1.5 ぐらいの割合で入ってる卵が。その対比にする人珍しいね。普通1対 0.5 ぐらいじゃない？この半分ぐらいの薄さでしょ？まあいい？うん。メンチカツもらって。メンチカツ美味しいよ。確かにこのカツがすごいね。うん。カツうまくない？うん。すごいボリューミー。ね。あ、でも俺これカツと同じぐらい好きかも。この卵だけサンド。贅沢。今日花粉がえぐいらしい。飲み切る量だけ入れてきた。帰りになんかドリンクとかはじゃあ。ドリンクって何のこと？桜のこともしかして。でもなんか、飲めることがゴールじゃなくて、飲みたいって思えてることの方が楽しいんだよね。だからそのスタバを通るたびに桜やってる飲みたいなって思ってるその時間が楽しい。飲んだ時の飲めたっていう美味しさの幸福感より飲みたいな桜って思ってる時の幸福感の方が高い気がする。こういう人なんです。いや、だからハネムーンでさ、エッフェル塔を見に行ったけど、パリに行きたい、フランスに行きたいって思ってる期間が大事であって、見ること自体はそこまで執着してないってことでしょ？あ、そう。困っちゃうんですよね。見るのがゴールだから。見て写真にパシャっていう、これをいかにこう収めていくかが俺の中でのゴールだからね。
でももちろん見たいよ、それだけ強く思ってるものだったらね。でもそれがやっぱ満足感にはつながらないよね。まあ、何にじゃあ満足をするんだろう私はずっとエッフェル塔が見たいってさ小さい時から思っててさ、そのじゃあ見たいと思ってた感じはどこに消化されていくのか。それを原動力にいろいろやるっていうのが、あんずちゃん達成できたかどうかは問わないけど、っていうね。運転車変わりまして、あんず選手が運転しております。卵サンドはどうでしたか？サンド美味しかったね。美味しかった。なんか卵がめっちゃボリューミーで、ね、卵サンドとメンチカツ卵サンドを食べたけど、まさかの卵サンドの方が美味しいという、卵サンドが美味しかったね。続いてはタイヤ市場。そこはなんかヌードルとか食べるところ。もう一つのその自販機のところはテレビでやってるのを見たことある気がする。今度、移住地探しについてもうちょっとどういうことをしてたのか話してみます？そうだね。まずはやっぱ9月から移住地探しを始めて、最初はスマウトっていう地方移住を斡旋するようなプラットフォームがあって、そこにいろんなその自治体の人たちがプロジェクトを登録していって、でそこのサイトからいろんな地域についてちょっと調べてました。そもそものところから話すと、やっぱまずメキシコでゲストハウスやりたいねってなったんだよね。それも都心でとかっていう場所じゃなくて、ちょっと自然に囲まれたような場所でゲストハウスをやりたいなっていうのをメキシコにいる時に決めたんだよね。そうだね、でそうなった時に地方移住っていうのが、自分たちには一番合ってる、やりたいことにすごく近いかなって思って、そのだからメキシコにいる時から確かスマウトを見つけたんだよね。メキシコにいる時はあれかな、軽業バンクかな。あ、軽業バンクか。で帰ってきてから実際に地方移住探し始めようってなってスマウトを見つけて、でそのスマウトがすごいいいのがスカウト機能があるんだよね。なんか就活のサイトみたいなやつだけど、向こう側からプロフィール読んだってみたいなスカウトしてくれて、でそれきっかけに私たちなんかもともと場所とかは絞ってなくて日本全国で考えてたからそれで積極的にスカウトをしてくれる自治体はそれなりにサポート体制とかも整ってる印象があって、それで見るのはすごい探しやすく絞りやすかったよね。最終的に残ったのはそれでスカウトしてくれた自治体だったよね。東京にあるふるさと回帰支援センターっていう47都道府県の全自治体が集まってるふるさとへの U ターンみたいなものを斡旋するようなセンターもあって、もうそこにも何回も通ったよね。そういう奈良県かどっかのイベントが有楽町でやってて、それに参加したら全都道府県が集まってる場所があるよって教えてもらって突撃して、そこでの出会いきっかけに最終的にはね決めたものもあったり、有楽町国際フォーラムでやってるイベントとかね、なんかすごい楽しかったよね。いろんな自治体の名産品とか有名なものとかを知りながら、たまにそういう制度とかを使って実際に足を運んでみたりとか、なんか本当に日本についてもまだまだこんな知らない魅力的なところがいっぱいあるんだっていう発見にもなったし、だから最初はどっちかっていうとネットとか東京の中でその情報収集をして、その中でいいなと思ったところに何か所か体験ツアーみたいなのがあったりするんだよね。泊2日のそういう、ね、支援制度とかもあったりして、そういうのを使いながら実際に現地に訪れたりしてましたね。群馬県の嬬恋村とか行ったね、キャベツがよく取れる。ちなみに UIJ ターン、I ターンは都会で生まれた人が地方に行くで、U ターンは生まれた人が戻るで、J ターンは別の場所に行くっていう、それぞれが偶然組み合わせると移住になるっていうさなんかちょっとおしゃれみたいな地方でゲストハウスやりたいなっていうのを実現する方法として、そういうスマウトとかネットで探したり実際足を運んでみたりして3ヶ月間いろいろ探してましたね。ですね。ゲストハウスやりたい理由とかもちょっと喋っていく。最終的には自分たちの中で教育的な活動がやりたくて、だけどそれの第一歩としてやっぱゲストハウスっていうものが次の目標になったっていう感じだよね。あんずがもともとねフリースクールとかでボランティアしてたこともあったし、教育的なものになんかつなげられたらいいなって思ってて、それの第一歩としてゲストハウスをやりたいなというふうに思ってます。高知県に決めた理由としては、私のお父さんが高知の人で、今おばあちゃんとおじいちゃんが高知にいて、やっぱそこの自分にとって馴染みのある場所っていうところが大
ストハウスとかっていうができる場所みたいな風に探してるんだよね。それだったらもう日本全国どこでもいいから、そういう一歩目を踏み出せそうな場所っていうのをリサーチ対象に結構やってたんだけど、一つやっぱ大きかったのは新潟県だよね。新潟県にはもう結構移住しようかなみたいな風に。新潟県はそれでいうと自分たちにはゆかりとか馴染みのない場所で、その新潟で出会った人がやっぱ地方って聞けば聞くほどいろいろな問題を抱えてて、空き家の問題とか人口減少の問題とか高齢化の問題とか畑とか田んぼとか林業とか、とにかく人手不足で担い手がいない、後継者がいない、そういうので潰れちゃうものとかがあったりとか、いろんなね問題を抱えてることを知ったんだよね。でその中で地方を盛り上げたいみたいな人に新潟県で出会った時に、その人の話をすごい聞いてたら、やっぱ自分が生まれ育ったこの地方が少しでも元気になってくれたらいいっていう思いでやってたんだよね。その人がこれをやりたいからここでこれをやらせてくれっていう風に、自分がやりたいことをそこで実現するっていうよりかは、その地域が求めてることで自分が力になれることはないかっていう考え方をしてる人がいて、なんかそっちの方がしっくりきたんだよね。自分たちの中でも俺らの理想のゲストハウスをやりたいんだじゃなくて、それがやっぱ地域のためとかそこにいる人のためになってる方が自分たちとしてもモチベーションになりやすいなっていうのをすごい感じて、特にアンズのルーツのあるところが自然にやりたいなって思いやすいよなっていう感じだよね。移住探しを始めて、考えること、気づくこともいっぱいあって、例えば空き家をね見に行ったりもしたよね。リノベされた空き家、片付けられた空き家じゃなくて、本当にもうこの前まで住んでた人がいた。その湯飲みにお茶がちょっと注がれたままになってたりとか、どんな理由かは分かんないけどそこに住んでた方が急にそこにいろんな事情で住めなくなって空いてしまったみたいな。入った時はもう本当人の空気を感じて、それがなんというかいろんな感情になったよね。空き家問題の重みをすごい考えるきっかけ。そうね、そういうのもあって、おばあちゃんからうどんの打ち方を教えてもらったりとかさ、かぶら寿司の作り方を教えてもらったりとか、人が代々紡いできたものをちゃんと、写真とかもデジタルでいくらでも残せるし、多分今の自分の生きてきた思い出とか考えてきたことってすごく後に残しやすい気がするんだけど、やっぱり今のおばあちゃんおじいちゃんたちが感じてきたもの見たものってなんかやっぱりその記憶を自分が引き継ごうって思わないと引き継げないものがたくさんある気がしてて、ぬか漬けとかもねそれの一つだったりして、調べたらいくらでも YouTube とかで出てくるのかもしれないけど、自分のおばあちゃんが代々教えてもらってた味っていうのは特別感っていうか、そこにすごい価値があるような気がして、やっぱ帰国して実際移住地探し始めたり、ちょっとゆっくり時間をとっておばあちゃん家に行ったりとかする中で課題意識とかを持つようになって、地方でっていうところの根拠が強くなったような感じ。新潟県は本当すごかったよね。そうだね。燕三条市だったんだけど、本当あそこは異色だったよね。移住地探しをしていた中でも、他にもありそうだけどね、全国に。まあそうだね、俺らが行った数少ない自治体の中では異色で、古いから多分続いてるんだろう商店街の一角になんか若者が集っててね、ここは東京ですかみたいな感じで仕事をしてる若者、自分たちより年下の人が多かったよね。なんかそういう人たちが集まっていろんな面白いことを考えてる、おしゃれなカフェを作ったりとか、それこそ空き家活用じゃないけど積極的に取り組んでて、活気があったっていう夢があるような場所もあったりねしたね。ちょっとここら辺から世界一周振り返り雑談会なんで世界一周に出たとか、仕事を辞めて世界に飛び出た瞬間は衝動だったよね。衝動だったけど、今振り返るとこういうことだなみたいな冷静になって、言語化した部分があったんだよね。何回か帰国してからそのちょっと世界一周の発表をするような機会が何回かあって、ここでやっぱなんでね世界一周に出ようと思ったのかを言語化する機会があって、自分でも出発前では気づかなかったこととかもあったから、それについてベラベラ喋る。私は結構人生に迷ってたよね。キャリア迷子
っていうとその社会の今あるシステムには比較的乗りやすい、乗ってきた人なんだけど、俺もサラリーマンをやっててこのままでいいのかなって途中で思い始めて、会社の中のプロジェクトに次は何を目指そうみたいなのをちょうど迷い始めてたタイミングですごい増える責任とかプレッシャーとかそういう中で悩まされてた自分がいたから、会社に行くのにも勇気が必要みたいな、辞めるのも怖いけど会社に行くのも怖いから辞めた方がワクワクするからみたいな風に思えたんだよね。どうせ勇気ある一歩を踏み出すならワクワクする方がそうです。到着しました。あらこれじゃね、それだ。タイヤ屋さんだ。タイヤ屋さん、あ、この奥じゃない。はい、ありがとうございます。まあでもそういう感じだったよね。やっぱ自分のこうやって見えてる視野がすごい狭かったから、それを広げるためにやっぱ日本を離れて世界を見るっていう、自分をやっぱ俯瞰してみるっていうことが必要だったのかもしれないね、今思うと。そうだね。そう振り返ってみたら、その行く1年前2023年は私はもう本当に多分すごいいろんなことがあった1年だったんだよね、振り返ってみたら。怒涛の1自分年だの中ったね。でそういう意味ではあれを自分の中で処理するためには一回世界に出なきゃいけなかったんだろうなって今になるとすごい思う。いや本当に、うん、家出だね。日本語は家出だね、日本当に本語家出した。家出。はい、そんな感じでした。では自販機に行きましょう。自販機行きましょう。楽しいね。なんかここうどんとかラーメンとか食べれるって書いてある。ね、うどん食べてるのもなんかテレビで見たけど。あ、なんか食べよう。え、かわいい。可愛いね。ポップコーン。中もある。本当だ。マスク自販機。これなの？出てるんだろう。ケース買いか。ね、ケース買いなんじゃない？あ、ごっくんがいるやつ。本当だ。でも売り切れてる。そりゃこんな補充するの大変だよね。私今製造してないものもあるんです。リンゴ飴。これいつからどこに行くの？さっきこのチョコバナナ食べてる人いたよね。これだけ。あ、電子レンジが。買ってみていい？いいよ。24。なんかすごい。これ見て。本当だ。コイルみたいになってる。え？あ、そういうこと？ここに出てくるんだ。あ、出てきた。出てきた。いやー、なんかちょっと濡れとるね。美味しそうなのかこれは。なんか透明な。透明なんだけど。え？透明すぎないちょっと。こんな透明合ってる？絶対間違ってるよねこれ。お湯。なんか入れるやつが。あ、入れるやつがあるの。いや、ないぞ。これもともと味ついてました？あ、ついてますよ。なんか味？味？なんか水、お湯なんですけど。これ。あ、それで出てきました？これ、はい。めっちゃどうなってます？めっちゃお湯。お湯の味ですか？お湯の味。お湯の味。嘘。バグだ。まあバグだ。それもめちゃくちゃまずい。めちゃくちゃまずいんだけど。ちょっとある意味当たりかもしれない。食えんわこれは。これさ、バグなのかわかんないけど、これ天ぷらですか？天ぷらあ、一そば緒なんだ。けど、なんかバグでこれお湯なんだって。つゆない。つゆない。つゆないって。味なし。つゆだけ売り切れ。素材そうだねの味がね。汁なしだったので。汁なしだったのでどん兵衛で2杯。あ、なんか直してないあの人。本当だ。あ、行ってみる？ね。ちょっと行ってみようよ。あ、ね。かき揚げがかき揚げで。もう一杯もらえた。どう？これどっちがどっちでもいいよ。俺こっち食べようかな。いいよ、ラーメン。いや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 。こっちあげる。ラーメン熱いよ。やっぱつゆがうまい。ということで
改めてこれまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。もう一旦はあげないかな。ね、しばらくは。また海外とかに行くことがあれば、もしかしたら撮るかもしれませんが、一旦カズハンズの世界旅は以上になります。はい。でもまたなんか全然やっぱ行けてない国たくさんあるから、そこをどっかでまた周遊したいなって思ってるから、その時にまた動画撮って更新できたりしたらいいね。やっぱ動画に残してると、最近自分たちでも自分たちの旅を見返したりするよね。あの時の感情に改めて後からでもなれるっていう、いいなって動画の良さを感じたりもしてるので、また気まぐれで撮るかもしれませんが、その時はぜひ見ていただけると嬉しいです。それではカズハンズセカンドステージへ行ってまいります。怖い怖い。